はい、皆さんこんにちは。さあ、ようやく届きましたね。今回はカセットテープの紹介なんですが、はい、こちら ATR マグネティクス。ATR というと、どうだったかな、2、3年くらい前かな、僕が、YouTube やり始めて間もないくらいかな、それぐらいの頃なんですけども、ATR の Chrome テープ紹介しました。今でもね、あるんですけども、こちらですね。はい。で、これ以来、なんですけどもね、2、3年ぶりぐらいに ATR のカセットテープ、買ったことになるんですけども、はい。今回紹介するのは現行品です。で、今回は3種類のテープをね、用意してますけども、まずこれがノーマルテープ。で、こっちが、待望のハイポジションテープ、タイプ2ですね。はい。これはですね、12月、去年の12月に新発売されたばっかりの、テープということで、こっちの方がね、ちょっと期待度が高いかもしれませんけども、はい。ということで、今回はですね、ATR マグネティクスのカセットテープをちょっと、特集していきましょうということで、お送りしたいと思います。さあ、それでは早速見ていきましょう。ご覧の通り3種類ありますけども、ちょっとですね、いっぺんに紹介してしまうとちょっとごっちゃになってしまうかもしれないので、ノーマルとハイポジちょっと別々に分けて紹介したいと思います。はい。ということで、まずはこちらから紹介していきたいと思います。はい。マスターカセットテープって書いてありますけども、こちらが ATR マグネティクスの、カセットテープのノーマルポジションですね。はい。で、10巻入りです。10巻入りで買うと、こういったブルーの箱に入ってきます。10巻入りの箱って言ったらね、秋葉原でね、レコーディングマスターの、90分テープ買いましたけども、あれが山吹色でしたね。で、ちなみに FOX の60分テープは、Firefox オレンジ。はい、オレンジですね。で、それとは対照的に、こちらの ATR のノーマルテープはブルー。はい。はい、そしてここですね。C60。はい、60分テープです。はい、そして真ん中です。真ん中。ローノイズハイアウトプット。はい、LH テープ。ノーマルテープって、実はノーマルテープの中でもグレード分けがあるという、はい。ご存知の方もね、いらっしゃるかと思うんですけども、スタンダードグレードはちょっと置いときましょうか。あれは、本当の最初期の、ノーマルテープなので、基本的には、ローノイズという、LN っていうテープが、下のグレードで、その上に、LH っていう、ローノイズハイアウトプットという、いわゆる音楽用テープ、音楽用のノーマルテープっていうのが、その上に、ランク付けされまして、この ATR のノーマルテープは堂々とね、こう、ね、ローノイズハイアウトプット、LH テープっていうことをね、ここに、書いております。さあ、いよいよ開封と参りましょうか。ね、こう、ね、時間をかけてね、日本にやってきたっていうことで、これもね、ちょっと今から開けるんですけど、ちょっとね、緊張してますね。ね、ヴィンテージテープ開けるのももちろん、あれはすっごい緊張するんですけども、ね、今回もね、ちょっと緊張してます。では、オープンしていきましょう。Open the film. さあ、ここですね。ここから、封を切りたいと思います。さあ、オープンしますよ。おー、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 おー。あ、背拍子はあれだな。前買った、クロームテープと同じですね。おー。じゃあ、1本取り出してみましょう。はい。ブルーです。かっこいいですね、なかなか。うん。で、ここにもね、ノーノイズハイアウトプットって書いてありますね。
で、こういうね、透明のフィルムに、包まれた、まあ、いわゆるキャラメル包装って言ったらいいのかな。さあ、では、カセット本体をね、見ていきたいと思います。はい。では、裏返しますね。はい。はい。やっぱり逆なんですね。ね、普通って、ね、A 面を向いて入ってるじゃないですか。前ね、の買ったクロームテープも、こういう風に入ってたんですね。B 面がこう、表に向いて、こうやって包まれてるんですね。で、FOX はちゃんと A 面を向いて入ってるんですよね。やっぱこのインデックスシールのこの青がやっぱかっこいいな。なかなかかっこいいな。FOX だとね、ハーフが全部透明なので、ハブがね、こう回る様子をね、しっかり見ることができるんですけども、ATR はですね、もう、インデックスシールをね、こう、ベタッと貼っている関係で、ちょっとハブが見えにくいですね。まあ、雰囲気的にはあれかな、ソニーの、70年代前半の、スタンダードテープに近い感じですかね。はい、そしてじゃあちょっとここを見てみますか。まあ、ここはまあね、ATR の、この所在地とか、まあ、書いてありますけど、で、真ん中、メイドイン USA。ATR はアメリカの会社なんで、メイドイン USA。で、レコーディングマスターはメイドインフランスですね。フランスの会社なので、フランス対アメリカの比較がね、ちょっと楽しくなってきましたね。はい、じゃあ次はですね、このカセットテープのフィルムを開けていきたいと思います。やっぱり気になるのは、磁気テープ部分、特に FOX との違いですね。どうなってるのか、ちょっと開けていきたいと思います。あれ、どこだ？ここですね。やっぱりキャラメルパックは、やっぱりいいですね。って言っても、ちょっと開きづらいな。なんか、開き方が、なんか全然なんかトンチンカンな開き方になってしまいましたが、ね、本当はこうやってピーってね、開けるはずなんですが、開け方を完全に無視してますね。もういいです。もうこうやって開けてしまったんで。よいしょ。はい。ちょっとすごい開け方になってしまったんですが、はい。開けてみました。こういう感じになってますね。はい。では、ケースをオープンします。おーほほほほほ。はい、こっちが A 面ですね。あ、見てください。ビスがないです。へえ、ビスないんだ。っていうか、現行テープはほとんどビスがあるんですけど、溶着なんですね。はあ、ちょっと驚きです。はい。じゃあちょっと先に、インデックスカードの方を見てみましょう。インデックスカードは、はい。まあ、表はこういう風になってて、で、裏に、この内側にいろいろね、こう書く部分がありまして、はい。こういう風に書けるようになってて、すげえな、これ。すげえな。なんか何気にすごいですよ。これまあ、一応こうね、日付書くのと、日付と録音の、時刻書くのと、ソース、何から取ったかと。で、ドルビーですね。ちゃんとこれ、タイプも書けるように、ここの欄がありますね。オンだったらオンに丸つけて、B タイプ、C タイプ、S タイプ。はい。ね、アドレスはさすがにないかな。アドレスとか DBX は、まあでも、書けますね。ここで DBX って書いときは。そして、ここはすごいな。これは、今パッと見て、おおと思ったんですが、デッキって書いてあります。何のデッキで録音したかっていうね。これ多分、皆さんの中でも何のデッキで録音したかって、こうやってね、インデックスカードに書いてる方、多分いらっしゃると思うんですけども、僕は最近やってないかな。ちょっと、どうだ、いじり始めの頃はちょっと面白くてやってたんですが、ね、標準でこう使ったデッキをこう書いておける。はい。これはなかなかマニアックじゃないですか。はい。まあいろいろとちょっとね、こうね、凝ったところもね、ありまして、なかなか面白いです。はい。じゃあちょっとインデックスカードは、しまっておきまして。
さあ、気になる磁気テープの部分見ていきましょう。はい、じゃあラッションペンで、ちょっとねテープを送っていきたいと思います。本当はねこれキャップが青のやつだったらねすごいかっこよかったんですけど、残念ながら青のラッションペンなかったんで、ごめんなさい。はい。で、そうそう、リーダーテープなんですが、リーダーテープはねまたこれ、フォックスと違いまして、これカメラに映らないほど透明な、透明のリーダーテープ。本当になんかテープが切れてるように、見えますね。本当それぐらいね透明なリーダーテープになってます。はい。では送っていきますね。さあどんな色をしてるのでしょうか。はい。来ました。お？どうでしょう。どうでしょう。色味はですね、どうかな。まあちょっと赤茶色よりフォックスの方がちょっと黒かったかな。まあ現物で比較した方が早いと思うので、ちょっとフォックス持ってきます。はい、フォックスを持ってきました。さあ比べてみるとどうでしょう。なんかまあ大体似たような色はしてるんですけど、ちょっとどうかな、ATR の方が若干暗い色をしてるように見えますね。でちょっとなんか、テープの表面になんかちょっと筋っていうか、なんだろうな、ちょっと模様みたいのが、見えますね。まあちょっとカメラでは映らないかと思うんですが、あと違うところとしてね、このテープパッドですね。テープパッドがATR の方がちょっと小さめで、ちょっとね、フォックスはね、このテープパッドがちょっと大きめなんですよね。なので、デッキによっては、ちょっと送り替えに重たくなることがあるんですね。なんで、これはもしかしたら、いい方向に、いってるのかなという予感がしますが。まあ、ただね、溶着っていうね、ハーフが溶着っていうのにはちょっとびっくりですね。フォックスはね、ちゃんとこうやってビスがついてますもんね。はい。じゃあちょっと、もうちょっとハブの回り具合をちょっとね、見てみたいと思いますけど。ハブの周りはまあまあ、このなんだっけ、このシートか、この中に入ってるシート、これがね、黒いシートなんですよね。もしかしたら、このシートだけ、いいのを使ってたりするんでしょうかね。意外と回転は良さそうですね。はい、で、最後、これはね、ぜひ確認しておきたいんですが、匂いです。前、某赤と白の、カセットテープ、ね、紹介しましたけども、あれ紹介した時に嗅いだ時はちょっとあれはかなり刺激が強かったですね。はい。じゃあ今回はどうなんですかね。ちょっと分解ができないんで、もうここからね、嗅いでいきます。はい。じゃあちょっとどんな匂いなんですかね。そんなに匂いしないな。そんなにしない。ちょっとフォックスはそんなほぼ無臭。ちょっと匂いはあるけど、でもそんなに匂いはしないですね。そんなわけでちょっと、まずはこの、ATR のノーマルテープですね、紹介してみました。で、気になるのが、音質ですね。どういう特性を持ってるのか、特にこの FOX との特性の違いが、非常に気になるところです。はい。さあそれではですね、実際にデッキで録音してみて、どんな音かチェックしていきたいと思います。はい、今回はですねちょっとこちらに、たくさんデッキが並んでますけども、一応この3台が僕がプライベート用で使用しているデッキになります。
でかい2台は、レコードからテープに録音したりで、この小さいデンスケは、生録音で使ったりだとか、再生は3台とも使うんですけども、はい。まずは、僕がメインで使用しているデッキで、どんな音が鳴るか、まずチェックしていきたいと思います。はい。ではですね、まずはヘッド周りをきれいにしましょう。クリーニングタイム。さあまずは、3台の中で一番古い、ティアックの A450 ですね、こちらでやってみたいと思います。いつもレコーディングマスターの FOX 使ってるんで、まずは、FOX と同じ設定で録音してみたいと思います。さあ2ヘッドなので同時モニターがついてないわけなんですが、今までに聞いたことのない、使ったことのないテープということで、余計ドキドキしますね。どんな音で撮れてんのかなって。はい。じゃあちょっとしばらく、録音します。はい。そうね、中高音域も結構しっかり出てます。で、なんだかな、ちょっとフォックスに比べると、やっぱちょっと磁気テープの作りの関係もあるかもしれないんですけど、ちょっと、音のざらつきはあるかなっていう感じですかね。いや、これ LX3 でやったらなんかもうちょっといい感じに撮れそうだな。ちょっとやってみますかね。はい。はい、ATR のノーマルテープを試してみたんですけども、って感じですね。はい。まずFOX の品質には到底かなわないです。はい。で、なおかつ UR と比べてもちょっと怪しい。UR の方が全然安定した音をね、出してくれてましたね。はい。で、さらに言うと、某赤と白のテープ、出しちゃいますけど、これ、はい、磁気圏のマグラボテープ。これと比べても、汚れやすいっていうことはね、ちょっと置いといて、数値的なスペックだけで比較すると、断然こっちの方が良かったです。はい。このテープがどんな性格かをね、ちょっといろいろ調べてみたんですが、やっぱり、バイアスを浅くしていくと、録音感度がどんどん上がっていくっていう、そういった性格を持ってるんで、そういったテープって結構録音感度がもともと低いっていう傾向にあるんですね。なのでやっぱりそうですね、 UR とかFOX もねと比べるとやっぱりちょっと力がない、パワー不足っていうのが否めないですかね。
あとは、中道はデュアルキャプスタンなので、そこそこ安定した音は出せるんですけども、ちょっとシングルキャプスタンの、特にこの2台だと、ちょっとドロップアウトが気になりますかね。はい。はい、なので、ちょっと、今回は残念な感想になってしまいましたね。はい。で、それが、まだ、ね、箱で買ってしまったんで、まだいっぱいあるんで、どうしようかなっていうところなんですが、どうしましょうね。で、これだけは言えると思うんですが、こう、ね、ローノイズハイアウトプット。これは、嘘っぱちでしょうね。はい。いやー、ちょっと残念だな。さあ、続きまして ATR のハイポジションテープ。左側はシルバーシリーズ。こっちはゴールドシリーズって書いてあります。お、なんかすごいものが入ってますね。グラフみたいなものがなんか見えますね。いやー、どうなのかなこれは。